はい、いろいろとちょっとコメントにお答えしてますけれども、重心のことについてですね、重心を外してあげるっていうのと、重心を抑えるというのは、どう操作が違いますかっていうご質問なんですけれども、操作が違うってちょっと、質問の意味が難しいなと思うんですが。そのものですよね。なんかの攻防があって、彼の動きを止めたい。そう思った時には、そこを押さえてる。これ手を押さえると動けるやろ。そう。これいくら手を押さえたところで、叩かれるだけだから、彼の重心を今押さえましたよって。動きにくいように。で、自分の中でですね。で、さらにそこから彼を崩せって言われたら、その重心を指示面から出してあげないといけない。相手を、固定力っていうか、相手の動きを一瞬止めたいのであれば重心を。これは腕を、だよね。そう。蹴れるしね、普通にこう。それではなくて、彼のちょっとわかりやすいように、ちょっとこう、構えて、そこからなんか攻撃して、正面打ちでもつける。いいそう、今、できるやろ。今、そう。で、はい。で、今、重心を抑えてるんで、重心移動ができなくなってますよって。そこからさ、じゃあ例えば一挙に持ち込もうと思ったら、その重心を指示面から外してあげないといけないですよねっていう。強いて分ければそう、動けなくするのと、崩すのとの差ですかね。ごめんね。強いて分ければ、あまり意識したことなかったですけども。そうです。どちらも、抑えてるか動かしてるかの違い。重心を捉えてるっていうところに関して。そう、一緒。そうですね。どうやってじゃあその重心を抑えるんだみたいな。そう、それが稽古ですからね。結局ね、そこが眼目で。稽古の眼目になるかと思います。はい。いろいろ試してみてください。はい。もう、ちょっとコメントなんですけれども、合気道の崩しにおいて面をかぶるという表現をされることがありますが、これは具体的に何を指されているのでしょうかということで、これ、言わないんですかねってすごく思ったんですけど、考えてみたら合気道とかしてない方に、からとか、初心者の方だと、もしかしたらちょっとピンとこないのかもしれないなって今。そうですね。面をかぶるということを、私もそれ聞いて、説明されたことないです。入門した時から面をかぶれって言われて、こういう動作を面をかぶるもんだって思ってたからですね。面をかぶれ、つって。なんか、で、先輩によって、ビールを飲むようにとか、帽子をかぶるようにとか、いろいろ物を例えながら、そう。でも、そもそも面をかぶるとはどういうことだっていうのは確かに言われたことはないし、私も言ったことないですね。そうですね。改めて表現しようと言われたら難しいですね。だから自分の頭を守りつつ、同時に相手を崩していくっていう、そういう動作、行為でしょうね。で、さっき言ったみたいに、人によってはビールを飲むようにとか、帽子をかぶるようにとか、いろんな例えがあるんですけども、個人的には、ともかく出し続ける。引く方法もあるけれど、引くのではなくて、自分の方に、引くって結局自分の方に向かうから、難しい言葉で言うと、粛清、収縮。普通、親指が自分の方に来ちゃうんですね。小指を出すと。そうではなくて、親指が出る、人差し指が出る、中指、薬指、小指が出ていって、結果的に、例えば、親指が時速1キロで、前に出だした力を出しているとしたら、それは今度、人差し指は時速2キロで、中指は3キロで、薬指は4キロで、小指に至っては一気に時速10キロぐらいで出るぞ、みたいな。どうしても、こういう引きをして、自分は引いてる気はないんでしょうけど、つい引いてしまう方が多い。引いたってことは相手のエネルギーは自分に向かうんで、合気道のお題目出しましょうっていうんで。ですね。で、小投げとかだったらそれに、さらに別のベクトルを与えていくわけですよね。純粋にそこの振りかぶりだけで言えば、手ほどきっていうか、手ほどきなんかでも引いちゃう方が多い。一挙運動になりますけど、親指が出て、さらにずーっと出ていくような状態。ここから切って入り身投げとか小手返しとか。
また、そのうち2週目片手取りシリーズでやるかもしれませんけど、慣れて聞いたら弾くっていう手もあるかもしれませんけど、鍛錬的な要素で言えば、やっぱこれはスッと出していきたいし、逆もしっかりですよね。小指が出ながらそれを4本指が押し越していくと、落とす作業にもなるから。もうこっちは面かぶりじゃねえか。面かぶりはこっちか。面かぶりですね。スッと。あるいはその半身半立ちの塩投げの鍛錬バージョンというか。相手が押してきた力を、この面かぶりで返していきますよ。こっちでコントロールしますよ。で、うっかりやるとどうしても親指が自分の方に向かう。肘が曲がる。こうすると実はこっち力を自分の方に呼び込んでしまうっていうか、悪い意味で呼び込んでしまうっていうかね。なんでその面かぶりしっかり出していくという作業をされたらいいかと思いますね。まあ、じゃあ肘使っちゃダメなのかって言ったら、肘使う場合は肘全部使わなきゃいけないって使う方法もあるんですけど、これちょっと面かぶり、自分の中ではこれ面かぶりとはちょっと違う。面かぶりと言われるとやっぱこの、まあ、要は持たれたところが回転すればいいんでしょうけども、ここだけ回転ってそうもいかないから、指先で使ってリードして、持たれたところ、一挙の時もやったかな。押すんじゃなくて、これでいいや。こう押し上げるんじゃなくて、接点が回転していくという、指でリードして、その動作が面をかぶるって、いや、それにその自分の頭を守るっていう要素が加われば面かぶりかな。自分の頭を守らないで一方的に出ていけば、振りかぶりかもしれませんけどね。塩投げのように自分の頭を守りつつという要素が加わると面かぶりって言ってるような気がします。そうですね。もう本当に基本といえば基本なんですけど、改めて何ですかって言われると難しい。そうですね。まあ本当に今お見せいただいたものだけではなくて、いろんなシチュエーションで本当に被るというシチュエーションあるので、はい。ぜひ、型稽古の中とかで見つけていただければと思います。ありがとうございました。